こう量が多いだけじゃなくて、ご飯もおかわり3倍ぐらいまでできるんじゃなかったかな。半端じゃないと思いますよ。ロースト唐揚げです。はい。ありがとうございます。いつも50パック頼むの。値段と中身がマッチしてるよね。お買い得。ここのオーナーは自分でお肉屋さんやってるから、だから余計ね質がいいんだよね。ああ、すげえ。単価から原価を考えてやつと思ったら、他駅はつまりどこかで2割くらいはお安くできるんじゃないかなと思いまして。これでいいな。いつも食べてるのはこれ。ロースバラミックスワン。けどぞ。ミックスが2個です。うまそう。ボリュームいろんな味楽しめて美味しかったです。3枚がちょっと厳しいです。失礼しますか。お願いします。ミックスが3個と、お待たせしました。失礼します。揚げ物が上がってないとか、右味すぎるのはしょっぱいとか。店長、肩ロースってきます。今確認してるんで、もう少々お待ちいただけますか。すいません、申し訳ないです。少々お待たせしました。はい、こちらの方に今から持ってくる。かしこまりました。お待ちしております。朝からお忙しそうですね。お弁当ですか？お弁当の注文が今日は多いみたいです。ああ、そうなんですね。お弁当っていうのは電話で注文があるんですか？電話で注文と昼分だけ日替わりで何個か作ってそれはお店で販売されるっていう。ちなみに今日は何のお弁当なんですか？日替わり。これから電話が来る。どなたが決めるんですか？社長さんがそうですか。日替わりで。今日は何になりそうですか？今日でもどうだろう。こちら結構人気なので、フライと焼肉のミックスになると思います。お客様ってどういう方が多いんですか？サラリーマン系の方とか多いですね。会社関係の方とか。
店で人気なメニューっていうとどういうものが？ミックスが一番ね、唐揚げと焼肉とロース焼肉、バラ焼肉。お肉屋さんっていうふうに書いてあったんですけど、もともとすね、お肉屋さんをやっていて、そちらからの直営でお肉を使って、こっちで食堂に。お店は何年になるんですか？この食堂の方は3年と半年くらいですかね。開業のきっかけってどういうところなんですか？家で加工物の卸なんかやってたもんで、それを向こうに行って、お客さんに提供するのには、やっぱりあとお肉そのものですかね。取った肉の美味しい肉を、息子の嫁が飲食店をやりたいっていうことが前から言われたんで、思い切ってやってみようかっていうことで。そうですか。はい。そのお肉の卸っていうのはどういうお客さんにこう販売されてるんですか？飲食店が多いですね。ラーメン屋さんとか、特道、八宝屋さん、焼き鳥屋さんとか。餃子も作られていらっしゃると思うんですけど、結構大きいラーメン屋さんに餃子専門に使ってもらってね、普段の餃子っていうことでメニューに入れてもらって。その餃子の特徴ですとかこだわりってどういうところなんですか？やっぱり肉を多めにして、あと調味料をいろんな種類ある程度一通り入れて、混ぜにして一番苦手で、今うちでやってるんですけど。11時30分で唐揚げ弁当2つとすごい量で大変ですね。そうですね、多分足りないです。ああ、そうなんですか。はい、これがいつ頃から働いてたんですか？高1なので、もう2年半ぐらいです。今高3なので。どういうきっかけでこちらのお店に？近いんですよ、家が。それで探してたんです。たまたま買いに来て、テイクアウト。なんか好きなメニューとかありますか？カレーと私そこまでカレー好きじゃないんですけど、はいここのは好きです。お肉の味がするから美味しい。そこまでこういろいろゴロゴロ入った感じじゃないです。美味しいです。今日の日替わり。あ、そうです。朝から作る。
その卸の方は何年ぐらいされてるんですか？ 34年くらいになりますかね。それはどういうきっかけで始められたんですか？私高校卒業して東京行った会社がもう食肉業関係で、父親は養豚業をやってたんで、高校も水戸農業高校の畜産科ですからも、その頃肉屋やるっていうのは考えてなかったんですけど、だから自然とそういう肉屋関係の方の流れ、それでやっぱりスーパー、卸センター、カット骨のカット工場とかね、一通りやってから。飲食店がお客さんだと、コロナでちょっと飲食店が休業とか多かったじゃないですか。大きかったですね。影響大に味ましたね。うちらもだいぶ打撃なんですけど、やってみたら 28% とかね、結構厳しかったです。全部美味しそうですね。お腹すきます。お腹すきますね。このドリンクコーナーってどういう感じなんですか？ワンドリンク制なので、定食とか頼んだ方には1杯無料で。これでいいな。これ。こんにちは。はい。ミックスはこちらになります。これだね。はい。ロースか。これ。ワンリーからご飯の量ちょっと重いで。
れが乗ってるんだ。お待たせしました。ロースト唐揚げです。はい。失礼します。じゃあからしついてます。丸ごと食べないようお気をつけください。何がついてる？からし。からし。ああ、これね。はいはい。どうも。野菜炒めになりますね。失礼します。ご注文以上ではそれです。はい、どうぞ。ありがとうございます。ロスバラでご飯の提供は大盛りご飯大盛りになります。ワンドリンクサービスのお仕方をご利用ください。紙コップでは大量になりますので、そうです。YouTube 撮影入ってるので。いつも食べてるのはこれ。お願いします。ロースバラ唐揚げの中2種類になります。ロースと、あともう一つ鶏からとバラ。すべてご飯の類からございますか。ワンドリンクサービスのご利用方はご利用ください。紙コップでの対応になりますので、ご利用ください。ここまで YouTube 撮影入ってるのでご了承お願いします。YouTube の撮影。あ、そうなんですか。はい。ロースバラミックスガワンです。いらっしゃいませ。お待たせしました。ローストバラミックスになります。はい。どうぞ。ミックスが2個です。後でやろう。お待たせしました。お先ロースト唐揚げですね。こちらになります。うまそう。メンコロになりますね。いや、大きいですね。こちら普通のソースとウスターソースになります。ごゆっくりどうぞ。あ、いいですね。確かにこれシェアするといいですよね。いろんな味が楽しめて。ミックスが1つとロースト唐揚げミックスが2つ
です。ここは4回目ぐらいですね。今日はミックス定食ですね。でロースとバラを連れと分けて食べました。実はここ量が多いだけじゃなくて、ご飯もおかわり3倍ぐらいまでできるんじゃなかったかな。そうですね。すごいですよね。半端じゃないと思いますよ。300グラムも3倍なので900グラムまでおかわりできるんで。肉も柔らかいし、鶏からの肉はすっごい柔らかいですね。あと野菜も結構あるのでバランス的にはいいと思います。誕生の理由ってどういうところだと思いますか？庶民に優しいんじゃないですか。本当に大食いの方はダブルミックス定食は半端ないと思います。すごいですね。ラブミックスじゃねえの？はい、ラブミックスじゃない。ネギだったらな。食品をね、味は分かりました。はい、じゃあそれを。はい、あ、それか。ここからでいいよ。あ、すいません。はい、すいません、待ちください。はい、すいません、はい。200円のとんかつをいただかないといけない。あ、そうなの？じゃあ、ここで入れていい？何を召し上がったんですか？ミックス定食、焼肉定食。感想いかがですか？ボリュームがあっていろんな味楽しめて美味しかったです。味付きが良くて、ご飯が進んで美味しかったです。ご飯のおかわりってされましたか？あ、されました。何回したんですか2回しました。3倍はちょっと厳しいですね。次も来ようと思いますか？あ、思います。やっぱりお店の雰囲気とかチェーン店とか違ってそういうところも愛されてるな。自分もそう思います。ロスバラから揚げの中が2種類になります。大丈夫ですよ。お待たせしました。お願いします。バラと唐揚げミックスが3個と味噌ラーメンバラが2枚です。お待たせ
たしました。鶏胸唐揚げ定食になります。はい、失礼します。お待たせしました。失礼します。からしついてますので、食べないようお気をつけください。はい、だけどうぞ。ありがとうございます。お忙しいお店だと思うんですけれども、開業された当時からこんなに忙しいお店なんですか？開業した当時は料理そのものの経験というか、本格的に料理を学んだってことが修行ってはないもんで、だから肉屋の麺の商品、焼き肉とか唐揚げですかね、そういうものと、あとは手作り商品のメンチ、コロッケ、そういうものですから、自信がそんなになってね、みんな素人から始まったもんで、最初は商売できるまでの道には立ちながってですね、それから半年くらいしていろんなこう肉の日セールとかね、クリスマスとかバレンタインデーとか、それでいろんな例えばケーキをつけたりいろんなことをやってなんとかお客さんにね行ってもらおうかなと思って細かい努力を徐々にそれでお客様がそうですね常連さんがつくようになっていただいてからですかね。それまでにはやっぱりいろんな揚げ物が上がってないとか肉やりすぎなしょっぱいとか、そういうことをお客さんに教えていただいて一つ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 積み重ねだから違う。お金入れてよ。今日餃子買われてましたけれども、よくここはね、同級生と来て、いつも50パック頼むの。50パック、ね。安くて美味しい。安くて美味しいから、このグループでね、頼むときは50パック頼むの。餃子ってどういう味とか？やっぱりすごい手作りっぽいよね。値段と中身がマッチしてる。お買い得。軽い感じするのね。この餃子は軽い感じがする。だからこう後引く餃子だよね。だからなかなか自分で作るの手間省いて、値段も安いし、そういうわけでね、50パック。ちょっとお友達なんかにもあげたりして。誕生の理由ってどういうところだと思われますか？すごい良心的じゃないね。良心的だよ。値段とね。そんでほらここのオーナーは自分でお肉屋さんやってるから、だから余計ね質がいいんだよね。そういうのはねやっぱり違うよね。これからも元気で頑張って。これからも元気で頑張ってくださいだけどね。コロナだからさ庶民の味をね私たちに届けてもらって本当。落ちると思っちゃう。逆にしなよ。ああすげえ。ご注文以上でお揃いですか？お箸下げてもらっちゃっていいですか？すごい量ですね。はい、かしこまりました。お名前と電話番号だけお願いします。ありがとうございます。今のラインナップでやられてたんですか？大体半分くらいになっちゃいましたかね。最初のメニューはミックス定食ですね。唐揚げとロースだとそれはやっぱお客さんが両方食べたい、これだけじゃちょっと量が多いから両方半分ずつあれば助かるなって、ご飯もおかわりしたいなって。お客さんの声で生まれた。そうですね。味噌ラーメンなんかもそうですね。最初は味噌ラーメンは素人ですから、ラーメン屋さんみたいなラーメンはこだわれないんで、味噌ラーメンも苦労しましたね。ボリュームもすごくあって、すごくお安いと思うんですけれども、どうしてこんなにお安くできるんですか？やっぱりベースが肉の問屋ですから、その単価から原価を考えてやってますから、他よりは1割どころか2割くらいはお安くできるんじゃないかなと思いまして、やっぱりお客さんに満足してもらうのにはね、お肉の量と素材と、あとは
この長時間でいかに早く出すか、帰ってもらう時にこう満足していただければ、本当にそういう商売していきたいなと思って。じゃあ専門でお肉のお仕事されてるからここだけお安くできるんですね。それは本当にありますね。あとは経費もね、やっぱり従業員さんがね、少なくみんなこまめに動いてもらって、5人でやるとこ4人でやるような作業をやってくれますから、本当にスタッフの中には感謝しますね。すごい皆さんしっかりと動画って。そうですね、本当に感謝しかないですね、スタッフさんも。お客さんと同じようにも感謝しかないですね。ミックスワンと野菜炒め、ピリ辛野菜炒め定食あんです。ロースバラニンニク味がワンとロースト唐揚げミックスがワンと餃子7個入ります。ラーメンします。ラーメンでしょうか。はい、失礼します。国家の立場から強調することで、つまり。お待たせしました。大盛り一つ目です。はい、じゃあおきます。さあ、大盛り二つ目です。辛口お気をつけください。お待たせしました。すみません、返して。カレーワンと水餃子ワンです。ロース唐揚げミックスが2個です。
僕餃子屋もやってまして、うちの餃子です。顔ついてない方はこうやって食べてちょっと遠目で撮ってますのでそのままでも味はついてますし、おすすめは塩とごま油少し垂らしてあげると嬉しいです。もう気持ちいいです。茹でたりとか、あと鍋に入れたりとかも結構向いてますね。はい、最高だね。ありがとうございます。うまい。ありがとうございます。お腹空いてる人めちゃめちゃ美味しい。幸せです。美味しいから。ありがとうございます。ジャンプ合いますね。いいですよね。合います。ごま油つけたら酢醤油でももちろんいいんですけど、結構ごま油は好評で。なんか最初食べた時にすでに味がついてるから、結構何もかけなくてもそのままいけるのかなと思ったら、ごま油かけたら違う感じになって、より美味しさが出てきたからすごいなと思って。ずっと動き回ってて。この食堂はやらない感じもする。本当ですね。いやー本当にすごい声も大きくて対応も素晴らしかったです本当に。恥ずかしい。なんでそんなに働き者なんですか。働き者を意識してることとかありますか。意識してる。いやでも周りはよく見るようにしてます。すぐに対応できるように、呼ばれなくてもすぐに行けるようによく見えてるねとは言われるんで、多分それは意識してるんですけど、お客さんと話すのも好きなので楽しいですよね。楽しいです。楽しいから多分動き回してる。あと効率の良さは頑張ってます。早くしないと回らないんで。どういう風にしていきたいとか考えてらっしゃることありますか。そうですね、特徴の方もオープンと同時にもお客さん多い時は駐車場でお待ちしている方が結構多いんで、ですからこれから15分30分っていうのは早く始まることを考えて、現在11時なんですけど、45分慣れてきたら10時半から時間帯もいろんな人が今増えてきてるから、早く食事をしたいっていう人がやっぱり毎日毎日がお客さん来てくれないんじゃないかな、そういう心配常にしてるんでこんなに愛をされてるお店です。いやー、いろんなところから来てくれるお客様がね、本当に助かるんです。本当に感謝しかないですね。僕からわざわざね、食事するために来ていただいて。お弁当も大盛りができるんですか。はい、